皆さんのお気持ちは分かりました。では2つのレーベルからのデビューを進めましょう。はい、みんな頑張ろう。頑張りましょう。頑張ろう。ならばさらに磨きをかけるか。ほら、歌ってやったんだから、これ以上僕たちの邪魔をしないでくれよ。わかってるよ。当然おとなしくするさ。しばらくはね。背景ノア様、お元気ですか？俺たちライゼンプロダクションの一同はというと、ジンタロウ、ここで吐いちゃダメ。誰が吐くか。ただちょっと船酔いしただけよ。慎太郎、大丈夫？確かカズが酔い止め持っていたはずだから飲むといいよ。兄さんのために用意したけど仕方ないな。ナミすごい。クック泳ぐ。さすがにそれは遠泳が過ぎるんちゃうん？船で移動とかめっちゃリッチだよね。日々の疲れを潮風が洗い流してくれる。船がリッチ？大体持ってるもんじゃねえのか。さすがレオンさん、スケールが大きい。私は持っているぞ。選手に私のモチーフをあしらったその名もゴーインググレートネイゴー。はっ。ああ、結構揺れるね。なぜか無人島へ向かっています。俺たちのデビュー祝いをまさか無人島でやってくれるなんて。稲本さんも太っ腹だな。僕たちのオフもちょうど重なったし、日頃の慰労も兼ねてってことだけど、まさかカムイさんの別荘が無人島にあるなんてね。都会は人が多くてそれだけで疲れてまうやん。誰もおらへん秘境の無人島でゆっくり羽休めたいから無人島に作ったんとちゃうん？知らんけど。知らんのかい。いやー、でも無人島ってネットも通じない場所なんでしょ。推しの SNS チェックが滞ってしまうのだけが難点なんですよね。今さらかよ。1年間似たような場所にいただろうが。まあね、たかが1泊2日くらい。地下の1年間に比べたらどうってことないでしょ。そうだね、たまには静かに過ごすのもいいんじゃない？私も別荘をいくつか所有しているが、秘境に立つ別荘というのは初めてだ。どのような保養地なのか楽しみだな。そういえば、東雲さん、急に現れないでくださいよ。心臓に悪い。すみません。ところで、今から向かう無人島には昔から妖精が出るという伝説があるそうですよ。は？妖精？妖精ってあのフェアリー的な妖精？あ、ほら見えてきましたよ。あれが妖精の伝説が残る無人島です。これがカムイさんがご好意で貸してくださった別荘です。別荘はすっごく立派でありがたいけど、立ってる場所やばくねえか？ジャングルかよ。クック、ジャングル好き。虫が多い。言うて別荘入ってまえば快適やろ。さあ、稲本さん、はよ鍵開けてください。承知しました。皆さんに大切なご報告があります。この状況で運営のご報告？まさか結婚？このタイミングで結婚はないでしょう。別荘の鍵をカムイさんから預かり忘れていました。申し訳ありません。なるほど。では別荘の中にある食料にも手が届かないということですね。それってつまり別荘には入れず、今日の食事もないということでしょうか？そうなります。そうなりますって。これってどうするの？どうしようか。そうだ、とりあえず船に。もしかしてあの遠くに見えるの僕たちが乗ってきた船？行っちゃったってこと？おい、電話も通じないのにどうすんだよ。船、帰ってこ今日は別荘で過ごす予定だったので、船は改めて明日迎えに来てくれることになっていました。マジか。ほんなら俺たちこれから一体どないしたら。じゃあさ、食材がないなら自分たちで調達するのはどう？自分たちでですか？こんなジャングルの中をか。無理に決まって。なるほど、確かに
じっとしていても仕方ないしね。己の食事は己で調達するというわけか。こうなったらそれしかないか。おい、ご安心ください。こんなこともあろうかと。虫よけ、日焼け止めの準備は万全です。ほっほう、準備がいいな。アイドルに日焼け虫刺されは絶対 NG ですからね。そんだけ準備がなんや何らかの仕込みを感じてまうな。いやいや、そんなことは。だから聞けって。じゃあ暗くなる前に早速始めちゃおうか。とりあえず荷物を置いたりする場所は必要だよね。伝統的な？本格的なものじゃなくてもいいけど、もしもに備えて雨風が防げるような場所が欲しいから、そうだな、双葉とミオとレオンで担当してもらえないかな。子供の頃林間学校で得た知識を役に立たせますね。足手まといにならないよう頑張る。レオン？仕方ねえな。ありがとう。他は？クック、魚取り得意。海潜って魚捕まえる。ジンタロウ様も忘れてもらっちゃ困るぜ。アワビやサザエ取ってきてやる。アワビやサザエは勝手に取ったら違法だよ。じゃあ俺もクックたちと魚を取ろうかな。太陽、クック、ジンタロウが魚を担当してくれるなら、僕は果物を調達するよ。なら俺もそれやるわ。僕も頑張ってみんなのデザートを確保するね。僕はお野菜担当する。みんなの健康を守るね。食べられる野草なら以前本で読んで覚えてるから、僕も野草探しするよ。私も美を作る野菜たちを探そう。じゃ俺とカズくんは調理担当ってことで、みんなが調達してくれた食材を美味しくするよ。調理器具とかもどうにかならないか見とくよ。兄さんのために美味しい食事を作るからね。よし、それぞれ頑張って今夜を切り抜けよう。とは言ったものの、テント作りって言っても何をどうすれば。骨組みさえ作ればなんとかなんだろう。ワイルド。でも確かに柱さえあれば何とでもなりますよ。じゃあとりあえず長めの枝かなんかを。どうかしました？何の音？どうせリスかなんかだろう。リスですか。リス？こんなところに。いやでも伝説の妖精かと思っちゃいました。妖精、本当にいるのかな？そうですね。そういえば妖精っていい妖精と悪い妖精がいるって話もあるじゃないですか。どうします？もしこの無人島にいるのがいたずら好きの悪い妖精だったら。はあ？いたずらしてくるようなやつは何であろうとただの不審者だろう。警備員か警察を呼べばいい。それはそうだけど。いや、メルヘンって知ってます？でもほら、ここ電話が通じませんし。なら縛り上げるだけだ。ワイルドが過ぎるよ。妖精さん逃げて。ダメだ。魚のやつらすばしっこくて全然捕まりゃしねえ。海の透明度が高すぎて魚からも俺たちが見えてるから警戒してるのかな。このままじゃ晩飯のおかず抜きだぜ。クック、ずいぶん潜ってたけど大丈夫？バン、潜るの得意。見て、ほら。すげえ、大量じゃねえか。すごいよクック、よくこんなにお魚取れたね。魚捕まえる簡単。クマになったつもりで取る。クマ、魚取り上手。確かにクマって素手で魚捕まえてるよね。おーい、俺も負けてらんねえ。クマに擬態して魚を取って取りまくってやる。俺も負けないよ。あれ？今なんか泳いでなかったか？何かって何？わかんねえけど。なんだ？野菜どこに生えてるかな。野菜というか多分取れるのは山菜だとは思うけど。この時期は何が取れるものなのだ。結構どこでも取れるのはタラの芽とかゼンマイとか山うどとか。そこかしこに生えてくれてたらいいのにって。あ、待ってね、これは？ああ、それがタラの芽だよ。こちらにも生えているぞ。それはコゴミかな。食べられるの？
苦味も少ないから食べられるよ。よかった。じゃあたくさん取って夕飯に彩りを添えよう。レイ、どうしたの？地面見つめて。何かあった？これも山菜の一種なのか？なんやこれ。それはお菓子。チョコレート菓子だ。どうしてこんな森の中に。俺ら以外の誰かがこの島におるっちゅうことか？え？でもここは無人島だって。僕たち以外の人間がいるわけ。今の声って一星さんたちです。なんや。まさか妖精って。どうした？不審者か？レオン、実は運が悪かったな。とっ捕まえて今日の晩飯にしてやる。覚悟しやがれ。ちょっと待って、レオン。レオン、一旦わざとき。ああ、みすみす不審者を離せってのか。そうじゃなくて。痛いって。この声。落ち着いて。僕だよ、僕。お前カムイ。いや、森の方が騒がしいなって思ってたけど、そんなことがあったんだ。みんなを驚かせたくてサプライズをしようと思ってたら、船が島から出ちゃってさ、泳いで戻っているうちに荷物に穴が開いて、森にお菓子ばらまいちゃって。じゃあガサガサという音や泳いでいた人影や落ちていたお菓子の正体は僕だよ。でも結果的にみんなを驚かせたからサプライズ成功かな。サプライズって。みんなバーベキューの準備ができたよ。バーベキュー？カムイさんが別荘の鍵を持ってたから、あらかじめ用意してた材料を取り出せたんだ。みんなが用意してくれた食材とお肉で、今日はスペシャルバーベキューだよ。うわー、このお肉キラキラ輝いてる。すっごいね。お肉の宝石。俺たちが取った魚もあるぞ。じゃんじゃん。ミオくん、この山菜焼けてるで、食べや。ありがとう。これもこれもやな。待ってそんなに食べられない。クックさん、飲み物いりますか？ああ、これはかたじけない。はーい、じゃんじゃん焼いてっからみんなどんどん食べてね。って坊ちゃんいらないの？夕日に照らされる私も美しい。私が海辺にいるとまるでヴィーナスの誕生のようだ。すごいよカズ。とっても美味しく焼けてる。ありがとう兄さん。今日は本当に怪我がなくてよかったよ。もし兄さんに。みんな無事でよかったね。こうして美味しい食事にありつけているし、みんなが取ってきたフルーツもあるしね。それもこれも私の不徳の致すところで。まあ稲本さん、なんだかんだでみんな楽しんでますし。美味しいもの食べて元気出しましょう。わあ、食べる。お肉たくさん食べてたね。満足したかい？ああ。ならよかった。もし足りなかったら僕が食材にされちゃうところだったからね。ああ？冗談だよ、冗談。何の用だ？別に星が綺麗だなぁと思って。前に事務所のゴタゴタについて調べてもらっただろ。ああ、それが親父だろ、本当に調べたのは。あれバレちゃってた？余計な真似しやがって。何のためにお前に頼んだと。君とお父さんの間にどんなやりとりがあったのか知らないけれど、君がアカデミーを辞めた後、お父さんは誰よりも君を心配していた。そうだろ？時間が経ちすぎると修復できるものもできなくなってしまう。反発したい気持ちもわかるけど、そろそろ素直になってもいいんじゃないかな。余計なお世話だ。あっという間だったね。久しぶりに14人で過ごせてすっごく楽しかった。
すごくリフレッシュできたよ。あんなサバイバルは勘弁やけどな。そういえばさ、東雲さんが言ってた妖精なんていなかったよね。全部カムイさんだったんでしょ。確かにそうですね。よもや私の美しさに恐れをなして逃げ去ったか妖精め。逃げ去ったかどうか知らないけど、そもそも妖精の伝説自体がカミーさんのサプライズの一つだったのかもよ。ああ、なるほどね。妖精さんいましたよね。それってどういう？いませんでしたか？ふわふわ浮いていて青白い妖精。ほら、足がなくて目の下のクマが濃いめの。それって深く聞かないことにしよう。そうだね。アグリさん、ほら見てください。もう電波入りますよ。ほんとだ。ただいま SNS って、なんか通知すっごいんだけど。本当だ。タグ付けされてるのかな。ちょっと待って、これってテイルウィンドオフィスが新しいバーサスアンビバレンツのオーディションを開催？いつまでもうるさい鼓動、君に隠しきれるかな。話す声はメロ、ずっと君の虜なんだよ。すぐさまい時まるでシューハニーなのに君は罠されて、好きなはずなのに口をつけない季節外れのアイセンティー。忘れられないほど甘い時間過ごしていたいんだ。 Just tell me まだまだわらばらわかんないよ。こんなにも近くで思っているのに、ずっと待ち焦がれていたスイートスタイルなのに、どうしても落ち着かない頭の